皆様、こんにちは。私は2500年前、領寿仙にて、釈尊が法を説いたその場に居合わせた弟子の一人です。本日は、妙法蓮華経星宿読本第19をお届けいたします。この章で、釈尊は、法華経を受け持ち、読受し、解き明かし、書写し、広める者、すなわち、法師として仏法を伝える者にどれほど深く尊い功徳が授けられるかを説かれます。それはただ言葉を語るだけではなく、自らの五感に仏の力が宿り、慈悲と知恵をもって衆生を導く、まさに菩薩としての生き方への参加とも言える教えです。仏の教えを語ることに不安やためらいを抱く私たちに、釈尊はこの章を通してそっと背を押してくださっています。今回は釈尊が語るシーンが続くため、やや長尺となりますが、どうぞ最後までお付き合いください。その時、釈尊は上昇神菩薩摩訶薩にこう告げました。もしも良き者たちがこの法華経を受け持ち、読み、受し、説き示し、また書き記して後世の人々のために広め伝えるならば、その者はすべての六根にわたる功徳を得るであろう。その者の目には800の功徳が宿り、耳には1200の功徳が響き渡り、鼻には800の功徳が香り、舌には1200の功徳が広がり、身には800の功徳が満ち、心には1200の功徳が湧き上がるであろう。これらの功徳をもって六根を正常に称言し、すべてを清らかに保つことができるのだ。このような良き者たちは、父母が授けた正常な肉眼をもって、広大な宇宙を含めた3000大千世界の内外に広がる山や林、川、海を見渡すことができ、さらに下は阿鼻地獄から上は有頂天に至るまで、そのすべてを見ることができる。そしてその中のすべての衆生、また彼らの業の因果、果報、さらにはその生まれた場所をも、すべて明らかに知ることができるであろう。と、釈尊は、上昇神菩薩摩訶薩に伝えました。その時に、釈尊は、さらにこの意味を深く伝えようと、下にして告げました。もし大衆の前で、一切を恐れぬ心を持って、この法華経の教えを説く者がいるとしよう。その者の功徳を、今ここで明らかにしよう。その者は、800の功徳に満ちた、誠に尊い目を授かるであろう。その目は、仏の知恵によって称言され、曇り一つなく、澄み切った正常さを称えるのだ。そして、父母より授かった、この肉眼によって、広大なる3000世界を余すところなく見通すことができるであろう。未老線も、趣味線も、鉄地線も、内も外もあまねく照らし、あらゆる山や、林、大海や、河川のすべてを見渡すのだ。下は、地獄の底、阿鼻の世界に至るまで、上は、天界の頂、有頂天までも、その目には、すべてを見渡すことができるであろう。そこにいる、あらゆる衆生を、その生まれの因縁、業の果報に至るまで、一切を見、そして知るであろう。天眼を得ていなくとも、その肉眼だけで、ここまでの力が得られるのだ。上昇人よ、さらに伝えよう。もし、良き者たちが、この法華経を信じて受け取り、読み、声に出して唱え、他に説き伝え、また書き記し、広めるならば、その者は、1200の功徳に満ちた耳を得るであろう。その耳によって、3000世界の最下から最上に至るまで、すべての声を聞くことができるのだ。そして、その者は、その耳をもって、世に満ちる、あらゆる声を聞き分けるであろう。例えば、人の言葉、音楽の響き、象の声、馬のいななき、牛の鳴き声、車の音、嘆き、泣く声、悲しみの吐息、貝の音、太鼓の音、鐘や鈴の音、笑い声、話し声、男の声、女の声、子供たちの声。そして、法の教えの声、邪なる言葉、苦しみの声、楽しみの声、凡夫の声、聖者の声、喜びの声、悲しみの声。
天の声、竜の声、夜叉の声、ケンダツバの声、アシュラ、カルラ、キンマラ、マゴラガの声、さらには、火の音、水の流れ、風のうねり、地獄のうめき声、畜生の声、ガキの叫びも。また、出家する者たちの読経の声、正門の説法、円楽の響き、菩薩の慈悲に満ちた声、そして、仏の声そのものまでも余すことなく聞くことができるのだ。要するに、この三千大千世界に満ちる、すべての内なる声も、外なる響きも、一つ残らず聞き分けることができるであろう。たとえ、まだ、天にという頂上の力を得ていなくとも、父母から授かった、清らかなる、普通の耳だけで、それらのあらゆる音を正しく、すべて聞き知ることができるのだ。しかも、その無数の音を聞き分けながらも、耳は決して疲れず、痛むこともない。これが、この経を信じ、行じる者に備わる、耳の功徳なのである。その時に、釈尊は、さらに重ねて、この意味を深く伝えようと、下にして告げました。この者は、母の腹から生まれながらの耳にして、すでに清らかで、いかなる濁りも汚れもなく、そのままの耳によって、彼は、三千大千世界に響くすべての声や音を、ことごとく聞き分けることができよう。そして、象や馬、車や牛の鳴き声、鐘の音、鈴の響き、羅外や太鼓の轟き、琴や質、句語の調べに、笛や笙の音色、そして心を洗われる美しい歌声までも、そのすべてを明瞭に聞き分けることができよう。だが、どれほどの音を耳にしても、その心はいずれにも執着することはないのだ。さらに、この耳は、数えきれぬほど多くの人々の声を聞き分け、その一つ一つを、まさしく理解する力を得るであろう。また、天の世界に住まう者たちの、この世ならぬ妙なる、繊細な歌の響きも、すべて、明瞭に聞き取ることができるのだ。男と女の語らい、幼き童子や、少女の無垢な声、それらすべての音が、心の内に届くであろう。さらには、険しい山々や谷間に響く、河稜瓶河のさえずり、妙妙と呼ばれる、神秘の鳥の鳴き声、その他の、あらゆる鳥たちの鳴き声までも、残らず、くっきりと聞き分けられるようになるだろう。象の鳴き声、馬の稲鳴き、車のきしむ音や、牛のうなる声までも、鐘の響き、鈴の音、羅外のうねり、太鼓の轟き、そして、琴や質、句語の優雅な調べに、笙や笛の繊細な音色、心にしみる、清らかで、美しい歌の数々、それらすべての音が、この耳に届くであろう。だが、それらを聞いても、心をとらわれることはないのだ。音に執着することなく、ただ、自在に、清らかに受け止めるであろう。そして、無数に広がる、人々の声を、この耳はすべて聞き分け、それぞれの思いと意味を、正しく理解する力を持つようになるだろう。天上の世界に住まう、者たちの、この世を超えた妙なる、繊細な歌の響きもまた、鮮やかに耳に届くであろう。男と女の語らいの声、幼い童子や、童女の澄んだ声までも、そのすべてが、清らかに聞こえてくるのだ。さらには、深い山々、険しい谷合にこだまする、河稜瓶河の天井のさえずり、妙妙と呼ばれる、神秘の鳥の鳴き声。その他、無数の鳥たちの様々な音声も、一つ残らず、ありのままに聞き取ることができるのだ。たとえ、地獄に生まれた者たちが、計り知れぬ苦しみの中で、うめき、叫ぶ声であっても、様々な責め、苦にさらされたうめき声であっても、あるいは、ガキの世界に生きる者たちが、飢えと渇きに追い詰められ、食べ物や水を必死に求めてさまよう悲痛な声であっても、また、アシュラたちが、怒りに燃えて、大海のほとりに集い、互いに激しく言い争う、その大音声でさえも、説法に励む者は、そこに静かに安住して、遠く離れたその声までも、ありのままに聞き取ることができるのだ。しかも、どれほど、凄まじい音や声を聞こうとも、その耳は、決して損なわれることはない。
さらに、十方、あらゆる世界に住む鳥や獣たちが、互いに呼び合い、鳴き交わすその声までも、説法に勤しむ者の耳には、一つ残らず、鮮やかに届くのである。そして、この世を超えた正常なる展開、梵天、高音天、変上天、さらには有頂天に至るまで、そこに住む存在たちの語る言葉、響き渡る音、声のすべてが、この奉仕の耳には明らかに聞こえるのだ。彼は静かにこの地に身を置きながらも、宇宙の果てに至るまで、あらゆる声を聞き取り、理解することができよう。すべての出家する者たちが、経典を読受したり、他の人々のために教えを説いているとき、法を説く者は、そこに静かに身を置きながらも、その声をすべて余さずに聞き取ることができるのである。さらには、修行を重ねる菩薩たちが、仏の法を読受し、あるいは人々のために説き、あるいは自らその教えの意味をまとめ、深く解釈していくときも、そのすべての音や声は、ことごとく、法を説く者の心に届くのである。この宇宙に無数にいる、諸仏、偉大なる聖者たちが、衆生を救うために現れ、大いなる法会の中で、深く微妙なる真理の言葉を説き示されるとき、もし、この法華経を身に持ち、信じ、説くものがあれば、彼はそのすべての法の響きを、明確に、余すことなく聞き取るであろう。三千大千世界の内外にわたるすべての音や声が、どこから、どこまで、阿鼻地獄の最下層から、有頂天の最高天に至るまで、すべてその音や声を聞き取ることができる。それは、決して耳が壊れたりすることがないからなのだ。なぜなら、その耳は、鋭く清らかで、すべての音を完全に分別し、理解する力を持っているからだ。この法華経を持ち、信じ、実践するものであれば、たとえまだ天理の力を得ていなくとも、ただ生まれ持った耳を使うだけで、そのものにはすでに、このような偉大な功徳が備わっているのだ。さらに、上昇人よ、もし、良き者たちがこの経を受け持ち、読み、受し、説き示し、あるいは、書き写し、広めるならば、そのものは、800の花の功徳を成就することができるのだ。そして、その正常なる鼻根を持つ者は、三千大千世界のあらゆる場所で、様々な香りを感じ取ることができるであろう。さらには、すまんなげの清らかな香り、邪大下のかすかな芳香、まりげの優しく甘い香り、千木毛の深く染み渡る香り、はららげの優雅な香り、さらに赤く咲く蓮華、青く澄む蓮華、白く輝く蓮華、そのすべての香気をも分けて知り、花の香り、果実の香り、そして仙断や神髄の香木のかぐわしさ、たまらばつ香、宝香や千万といった世に、稀なる香りのすべてを混じり合わせた和香や、抹香、含香、図香といったすべての香りを、そのものは確かに分別し、理解することができるのだ。また、その正常な鼻根を持つ者は、あらゆる生き物の香りも、はっきりと分別することができるのである。衆生の香り、象の香り、馬、牛や羊の香り、男の香り、女の香り、童子や童女の香り、そして草木や林の中に漂う香りまでも、すべてを分けて知ることができるのだ。もしもその香りが近くにあろうと、また遠くにあろうとも、あらゆる香りを感じ取ることができ、その香りをしっかりと分別し、決して混乱することはないのである。そして、この経を持つ者は、たとえこの地に住んでいようとも、天上の諸々の香りをも感じ取ることができるのである。ハリシッタラの香り、首だらじゅの香り、マンダラケの香り、マカマンダラケの香り、マンジュシャケの香り、マカマンジュシャケの香り、仙断や神髄、様々な抹香、さらに多くの雑化香、これらすべてが、天の香りとして和合し、空間に広がり、その香りを聞き分けることができるのである。また、このものは、天上の諸々の実の香りをも聞くことができるのである。釈大観音の正殿の上で、五欲に満ちた楽しみや戯れの香り、
妙法堂の上で、通り天の書店のために説法している時の香り、さらに、もろもろの園で遊戯している時の香り、そして、その他の天たちの男女の身から発せられる香りも、遥か彼方からその香りを感じ取り、すべてを識別することができるのである。このように、この者は、次々とその力を広げていき、梵天に至り、上宇頂天に至る諸天の実の香りをも聞き分け、さらには、諸天が焚く香りさえも識別することができるのである。また、声聞や薬師仏、菩薩、そして、諸仏の実から発せられる香りも、すべて遥か彼方から感じ取ることができ、その所在をも知ることができるのである。この香りを聞くことができても、離婚は壊れることなく、錯覚に陥ることもない。もしも分別して、他の者のために説こうとすれば、その記憶は正確に保たれ、決して誤りを犯すことはないのである。その時に、釈尊は、さらに重ねて、この意味を深く伝えようと、下にして告げました。よく聞くがよい。もし、この経を授受する者があれば、この者は、この娑婆世界において、公式物も、また草木物も、いかなる好機であっても、すべて余すことなく、嗅ぎ分け、知ることができるようになるであろう。すまんな、縁台、たまら、仙断、神髄、化香、これらの香り、また様々な花々や、果実の香り、さらには、衆生の香り、そして、男女の香りまでも知ることができよう。たとえ法を説く者が遥か遠くに従していても、この法を備える者は、その人が発する香りを聞いて、どこにいるのか、すぐに知ることができるであろう。大勢の天輪王や、小天輪王、そしてその子たち、軍神、求人たち、彼らもまた、香りを聞くだけで、その者の所在を知ることができるのだ。身にまとった珍宝や、地中にうずもれた、宝蔵、天輪王の宝女、それらも香りを聞くだけで、その所在を知ることができるのだ。また、人々の身につけた、装飾品、衣服、洋楽、様々な香りを聞くことで、そのものの身を知ることができるであろう。諸天が、もし、行動したり座したり、遊戯や神通変化、超自然的で、奇跡的な力を行っているとき、その、法華経を持つ者は、香りを聞くだけで、そのすべてを知ることができるのだ。また、木々の花や果実、さらには、蘇油の香り、この法を備えた者は、その場所に身を置き、すべての所在を知ることができよう。深く険しい山々の中に、仙断の花が咲き乱れ、そこに住む衆生たち、その香りを聞くことで、すべての者が、その所在を知ることができるのだ。また、鉄地線や大海、地中に住む衆生たち、この法を備えた者はその香りを聞くことで、どこにいても、その所在を知ることができよう。アシュラの男女、そしてその眷属たちが、争い合い、遊戯しているとき、その香りを聞くだけで、すべての者が、その所在を知ることができるのだ。また、広大な野や険しい場所に生きる、獅子、象、虎、狼、野牛、水牛たち、彼らも香りを聞くだけで、その場所を知ることができるであろう。さらに、もし妊婦がいて、その男女、無婚や避妊を、まだ識別できない場合でも、香りを聞くだけで、そのすべてを知ることができるのだ。香りを聞く力によって、初めて解任し、成就する者、成就しない者も、安らかに、福をもたらす子を産むことができるのだ。また、この香りを聞く力によって、男女の心の念、欲望や愚かさ、怒りの心を知ることもできる。そして、善を治める者もその心を知ることができよう。地中に伏せられた衆生たち、金や銀、様々な珍宝、銅器が積まれた場所、その香りを聞くだけで、すべてのものの所在を知ることができるのだ。様々な珠玉の飾り、よくその価値を知ることができないものでさえ、香りを聞くことで、その尊さや低さ、出どころ、産地を知ることができるのだ。また、天井に咲く花々、マンダラやマンシュシャ、ハリシットの木の香りを聞くだけで、それらすべての所在を知ることができるであろう。
天井にある諸々の宮殿、その上中下の際や、主上が飾る宝華の荘厳さ、香りを聞くだけで、すべてのことを知ることができよう。また、天の園や林、正殿、最も崇高な殿堂、様々な官殿、神聖で高い精神的な修行をする殿堂、妙法堂、法華経が伝えられる殿堂、その中で楽しんでいる者たちの所在も、香りを聞くだけで、すべてを知ることができるのだ。書店が法を聞くとき、または、語欲に満ちたとき、行き来し、行事、雑誌、寝る姿であっても、香りを聞くだけで、すべてを正しく知ることができる。天女が身にまとう衣、好きな花や香りで飾られ、周囲を遊びながら舞うとき、その香りを聞くだけで、すべてのことを知ることができるのだ。このように、香りは展開していき、ついには梵天に至る。入禅や出禅をする者たちも、香りを聞くことでそのすべてを知ることができる。放つ光や音が響き渡る返上天、そしてその頂点に至る者たち、諸生や大没の瞬間も、香りを聞くだけで、すべてを知ることができるのだ。もろもろの出家する者たちで、法の修行において、日々、心を込めて励む者たちがいて、ある者は静かに座し、深き禅定に入り、ある者は金品を持って、心身を整え、またある者は、経の言葉を丁寧に読み、声に出して唱え、あるいは、林の木陰で、心を込めて、座禅にふける者たち、そのようなこの法を備えた者は、香りを聞くだけで、その所在をことごとく知ることができるのだ。菩薩たちがその志を堅固に持ち、座禅をし、あるいは経を読み、または他の人々のために説法を行うとき、そのような者たちは、香りを聞くだけで、すべてを知ることができるのだ。どこにあっても、世尊は一切の存在に、恭敬の心を持ち、衆生を憐れみ、慈しみの心で法を説くのである。香りを聞いて、それによって、すべてを知ることができる。仏の前に集い、経を聞いて喚起し、法に従って修行を行う者たちがいる。この者らは、香りを聞いて、その存在を知ることができるのだ。たとえ菩薩が、無老発生、煩悩を断ち切った清らかな状態の花を得ていないとしても、この法を備えた者は、まずはその花の相を得ることができるであろう。と、釈尊は告げました。また次に、上昇人よ、良き者たちよ。もしこの法華経を受け持ち、読み、受し、解き明かし、書き写し、この経を広める者がいるならば、この者は、1200の下の功徳を得ることになるであろう。その下に触れる者は、ガキも、しぶきも、どれほどまずくとも、すべてが、甘露のように変わるであろう。この下で法を説くとき、その声は深く、心に染み渡り、人々は皆、喜びと安らぎに包まれる。さらにまた、天界に住まう天使や天女、帝釈天、梵天をはじめとする、諸々の神々たちも、この法華経から流れ出る、深くして妙なる音や、声、真理を語る、言葉の一つ一つに耳を傾けようと、こぞってこの場にやってくるであろう。それだけではない、多くの竜たち、竜女たち、夜叉と呼ばれる神霊、そしてその眷属たち、ケンダツバという音楽の神、アシュラという戦いの神、カルラという巨大な神鳥、キンナラという天界の学士たち、マゴラガというオロチの姿を持つ者たちまでもが、法の声を聞こうとして、尊き者を敬い、近づき、心から供養するために、この場に集うのである。出家者や在家の者、国王や王子、臣下やその家族までもが、宮殿ごと、法を聞くためにやってくるのだ。この菩薩が説く法は、人々の命が尽きるその時まで、供養と敬意に包まれるであろう。また、声聞、縁覚、諸仏たちまでもが、このものを慕い、その説法を常に聞こうと願うのだ。この者のいる場所へ、諸仏は顔を向け、法を説くであろう。一切の仏法を受け持ち、仁言なる法の音色をもって、この世界に響かせるであろう。と、釈尊は告げました。
その時に、釈尊は、さらに重ねて、この意味を深く伝えようと、下にして告げました。このようなものは、さらに尊き功徳を得るのである。その舌は、全く濁りなく清らかで、どんな苦い味、悪しき味も受けることなく、口にするすべてが、甘露のように尊く変わるであろう。その声は、深く澄んで美しく、多くの人々の前で、法の教えを説き示す。因縁と例え等を巧みに用い、迷いの中にある者の心を優しく導いていく。その教えを聞いた人々は、心から喜び、最上の供養を捧げるだろう。天の者も、竜たちも、夜叉たちも、阿修羅さえも、敬虔な心で集まり、その法を聞きに来るであろう。この者が、もし願うならば、その清らかなる声は、三千偉大千世界すべてに響き渡り、思いのままに、彼方の人々にも届くであろう。大いなる天輪女王たちも、千人の王子たちと共に、合唱し、うやうやしくこの法を聞こうとする。天界の存在たち、竜、夜叉、羅刹、さらには、死者邪魔でも、心を喜びに満たして、供養を捧げる。梵天皇も、魔王も、自在天、大自在天も、そのもののもとに、常に集い、尊き教えに耳を傾けるだろう。さらには、あまたの仏たちとその弟子たちも、その人の説く声を聞きつけて、思いを寄せ、守護を与える。時にはその身を表し、力を貸してくださることすらあるのだ。さらに告げよう、上昇時によ、もし、良き者たちがこの経を受け持ち、読み、受し、解き明かし、書き写し、この経を広める者がいるならば、その者は、800の身の功徳を得るであろう。その体は、清らかなる、瑠璃のように透き通り、見る者すべての心に、安らぎと喜びを与えるのだ。なぜか、それは、その身がまるで鏡のごとく、三千世界のあらゆる命の姿をありのままに映し出すからである。人の生まれ、そして死にゆくとき、上下、良しき性、悪しき性、美しき姿、醜き姿、そのすべてが、この者の身の中に映し出される。さらには、鉄地線、大鉄地線、趣味線、摩訶趣味線といった世界の中心たる、大いなる山々と、その中に住まう、あらゆる命の姿までも、その身の中に、明らかに現れるであろう。地獄の最下層の阿鼻地獄から、天界の頂である頂点に至るまで、そこに住まう命あるもの、すべてが、そのものの身に現れる。さらには、正門、薬師仏、菩薩、そして諸仏が説く法の姿もまた、その身の中に現れて、光を放つであろう。と、釈尊は告げました。その時に、釈尊は、さらに重ねて、この意味を深く伝えようと、下にして告げました。よいか、修行を重ね、法華経を身に宿すものがあれば、その身は、限りなく、清らかとなる。あたかも磨き上げられた瑠璃のごとく、人々はその姿を目の当たりにして、心から喜び、敬うであろう。それは、澄んだ鏡にあらゆる姿が映し出されるように、菩薩が得た正常なる体には、この世にあるすべての現象が明らかに映る。ただし、それは、自らが深く明瞭に知る境地であって、他の者には見えぬであろう。三千世界に生きるすべての衆生、天上の者も、人間も、阿修羅も、あるいは、地獄、餓鬼、畜生に至るまで、その姿は、すべてこの身に現れ、天の宮殿も、果てなき有頂天にまで至る景色も、鉄地線、趣味線、大海原までも、すべて、この体に映し出されるのだ。さらには、仏や正門、菩薩たちが一人で、あるいは衆と共に法を説くその姿さえ、すべて、その心中に現れるであろう。たとえ、まだ室の法師匠、悟りの完全なる体を得ていなくとも、その清らかな本性ゆえに、あらゆる場に、真如の姿を表すことができるのだ。さらに言おう。もしも良き者たちが、私の入滅の後にこの法華経を受け持ち、読み、受し、説き、書き写し、広めるならば、彼らは、
1200の正常なる意の功徳を得るであろう。その清らかな意の働きによって、たとえ一下一句を聞いたとしても、無量無辺の教えの意味を、直ちに理解することができる。そして、その意味を深く悟った者は、一下一句を解くにあたって、一月、四月、あるいは一年を費やすこともあろう。この者が説く、あらゆる教えは、その意味するところにおいて、真実の姿と、決して食い違うことはない。たとえ俗世の書物や、政治、経済、日常の言葉であっても、すべて、仏の教えに従うものとなるであろう。三千大千世界に生きる、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天音、あらゆる命たちの、その心が、何を志し、何を思い、どのように行動し、どんな言葉で語ろうとしているのか、すべてを余すところなく見通すことができるのだ。たとえ、まだ煩悩を超えた知恵、無の知恵を得ていなくとも、その心の根は、すでに清らかに澄み渡っている。このようなものが思いを巡らせ、言葉を尽くして語る者は、ことごとく仏の教えにかなっており、そこに偽りは一切なく、まさに過去の諸仏が説いた真実そのものなのだ。その時に、釈尊は、さらに重ねて、この意味を深く伝えようと、下にして告げました。よいか、お前たちよ。法華経を説き持つ者の心は、澄み切っていて、知恵は鋭く、汚れ一つない。この不思議な遺恨、つまり、深い心の力によって、すべての法、上も中も下も、その違いを見極めることができるのだ。たとえ一下、たった一つの下文を耳にしたとしても、そこに込められた無限の法の意味を深く悟り、明らかに理解できるようになる。そして、語るときは必ず法にかなった順を守り、時に四月、あるいは一年にもわたって、正しい教えを説き続けるであろう。この世界の内にあるものも、外にあるものも、あらゆる衆生、天に住むもの、竜、人間、夜叉、鬼神たちまでも、六道という迷いの中に生きる、無数の命たち。そのすべてが、心に抱く思い、願い、悩み、そうした幾千の思いを、法華経を持つ者は、直ちに、すべて、瞬く間に、ありのままに知ることができるのだ。十方の、あらゆる世界に従する、数えきれぬほど多くの仏たち、彼らは、百の福徳を積み、尊く荘厳な姿をもって、すべての衆生のために、惜しみなく、法を説いている。法華経を備える者は、その教えをすべて聞き取り、よく理解し、心にしっかりと受け止めるであろう。そして、無量の意味を深く思し、語る言葉もまた尽きることなく、広がり続ける。その説法は、初めから終わりまで、決して忘れることなく、取り違えることもない。法華経を備えるがゆえに、そのものは、あらゆる法の真実の姿を知るようになる。意味に沿って、法の道理を順序立てて理解し、言葉の名や表現を正しく使いこなし、心に得た真理を、そのまま語り伝えることができる。この者が説く、そのすべては、まさしく、過去の諸仏が説かれた、正しい、教えそのものなのである。この法を説き演じるがゆえに、この者は、どのような大衆の中にあっても、恐れることはない。自らの中に、確かな真理と仏の力があると知っているからだ。法華経を持つ者は、その心は、清らかに澄み、まるで一点の濁りもない、鏡のようである。たとえ、未だ煩悩を断ち切っていなくとも、すでに、その者には、仏の相が現れ始めているのだ。この者は、尊い、この経を保ち、この上なき、稀なる地位、まさに稀有なる境地に、心を安住させるであろう。そして、すべての衆生がその人を慕い、心から喜び、敬い、愛するようになる。この者はまた、数えきれぬほど多くの善巧なる言葉を用いて、法をわかりやすく、自在に語ることができる。それはすべて、法華経を備えるが、ゆえの、功徳の現れなのである。と釈尊は、このように伝えてこの章は幕を閉じました。いかがだったでしょうか。
今回の妙法蓮華経星宿読本第19では、仏の教えを語り伝える奉仕となることの計り知れない功徳とその尊さが説かれました。この章で釈尊は法華経を受け持ち、読受し、説き示し、書写し、そして広める者には目に見えるもの、耳に聞こえるもの、心に思い浮かべるすべてを通じて、その身の五根、目、耳、鼻、舌、身に清らかな力が宿ると説かれました。仏の教えを信じ、語り、誰かのために説くという行いそのものが私たちの心と体を磨き、やがて仏の知恵と響き合う力を育んでいく。それこそまさに身をもって法を体現する修行の形を示されました。私たちは時に自分には教える力などない、自信がない、そんな風に思ってしまうこともあるかもしれません。けれど仏道とは完全になってから始めるものではないのです。未熟であっても語り伝えることに心を込めることがそのまま菩薩行の第一歩となるのです。大切なのは経典を読む一字一句に仏への尊敬と感謝の念を持って向き合い、それを他者の心に届けようとする慈悲の心なのです。その姿こそが周囲に光をもたらし、まるで灯火が灯火を灯すように仏の知恵を広げていく力となるのでしょう。この星宿読本は私たち一人一人が仏の教えを生き、語り、伝える奉仕としての道を今この瞬間から歩み始めることができるのだと静かに背中を押してくれる章でもあります。だからこそ私たちも恐れず止まらず、そして誇りを持ってこの尊き教えを伝えてまいりましょう。それこそが釈尊が私たちに託された伝える者への無料の功徳としてのメッセージなのではないでしょうか。それでは本日の動画はここまでです。今回は妙法蓮華経の星宿読本第19についてお話ししました。次回は調布教菩薩本第20の深い教えについてお話しします。もしこの動画が皆様の心に響いたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただき、この動画をあなたの周りの方におすすめされることも、釈尊が求める仏の道、大乗の道にもつながることでしょう。皆様の感想もコメントでお寄せください。次回も釈尊の教えをわかりやすくお伝えします。それではまたお会いしましょう。南無妙法蓮華経。